はい、全国の風民の皆さん、こんばんは、みえちゃんです。そしてね、アジアンツアー初日をね、盛大にね、盛り上げてくださった、シンガポールのね、風タリアンの皆様、本当にありがとうございました。I just want to say thank you to all the Kazetarians in Singapore to send him such a big love and cheering that made the live concert a super cool and beautiful one でね、下手な英語でちょっとねシンガポールの皆様にも挨拶したかったので、もうね早速ねいろんな方がねライブの模様をねシェアしてくださって感動の連続ですよね。日産ライブがね一時見れなくなったってね、皆さんがっかりしてらっしゃいましたけどね、でもこうしてちゃんとねまた新たな楽しみがね次々に用意されてて、本当に風ファンはね幸せですね。もう感謝でいっぱいです。なんか今回ね風さんだいぶ筋肉を鍛えたのかしら、写真見たらねもうなんていうかもうムキムキになっていてね、たくましいですね。スケジュールとか見たらもうすごいタイトなのでね、これで大丈夫かななんて心配にもなるんですけど、まあね頑張ってくれるように皆さんでねこう声援のエネルギーを送りましょうね。それでねシンガポールのね画面見てて次々にね風さんのメッセージっていうかねが痛いぐらい来てね、それで気づいたことがあって、ハッとして、ああそうだったのかっていうことがありましたので、今のうちにね皆さんにお知らせしようと思ってとりあえずね緊急発信ですでまずねライブのね始まりの場面で出る風さんの映像ですね。大きな映像ね、あれ赤い口紅をねこう塗るっていうか塗りたくるっていうかね風さんなんですけど、これでもかと塗ってね、で最後にねちょっとどこか悪魔的っていうかねそんな表情になりますよね。あれって今回のアジアンツアーのポスターじゃないよね。あれなんだろう、あれイメージ画像になってたのかしらね。であれ見てねずっとあれに私疑問を持ってたんですよ。でどうしてねあえてこのようなね映像なんだろうかってね。まあ風さんだからね悪魔になろうとね子豚ちゃんになろうとね素敵なんですけど、どうせならもうちょっとイメージ的に優しいというかねクリーンというかね、なんでそういう風にしないのかなってちょっとね思ってたんですよ。でもしねそんな風に考えないであらいいじゃんなんてね初めから分かってた方がいらしたらごめんなさいね。私はねその意味がねちょっと分かんなかったんですね。それでねやっと分かったのが口紅ですよね。あれってお化粧品でしょ。でいわばね虚飾の象徴ですよね。見栄とかねお化粧だからねこうなんていうか化けるというかね私もいつも化けてますけど見栄張ってもうすぐに剥がれるしの見栄ですね。見栄ちゃんの見栄じゃなくてね。で見栄とかねいわば偽りの世界みたいなね、早く手っ取り早く言えばエゴなんですけど、そしてね第2部なのかなこれになった時にグレイス歌う前ね時に今度は口紅を拭いますよね。あれなんですよ。つまりそういったエゴとか虚飾の世界を全て拭い去った時の風さんの顔ね、
あれ見てもう悪魔から天使になってますよね。自我が抜けきってもう神様状態でしょ。これで分かったんですよ。最初のちょっと怖いイメージ画像のね意味が分かったんですね。ああこれが言いたかったんだってね。すごいね、本当にすごいってびっくりしちゃったもん。それでねそのことをちょっとお話ししようと思ってちょっとこの怪しげな怪しげなセッティングをしてしまったんですけど、それでね口紅を塗りたくった画像の後ね風さんが真っ赤なねフード付きの衣装でね顔も隠してね登場しますよね。うん、あれなんか「スター・ウォーズ」の戦士みたいなちょっとあの感じもするんだけど、あれかぶってね顔も隠してね登場した風さんが優しさをねアカペラで歌いますね。あれいいね、声がもうずーっと抜けて。うん、で優しさなんですけど、あれはね母の愛とかねいろんな意味に取れますけど、私は究極的にはね神様の優しさね、神様の愛だって解釈してるんですけど、その口紅をね塗りたくった時点でエゴまみれの設定になってるその風さんがね神の愛に目覚めていくってことなんじゃないかなって、そういう筋書きなんじゃないかなって思ったんですね。うん、そしてね赤い衣装でね歌う歌がね優しさから始まって、順番はねまだわからないんですけどね、よく確かねもうええわでしょ、あとキリがないから、あとなんなんへでもねえよっていうね、うん、もうまさにね自我に気づいてねこれから生まれ変わってもう会いに生きようっていうね、そういう決意の歌ばっかりなんですよね。ねえそれでね赤っていう色の意味なんですけど正反対の意味があるんですね、赤ってね。まずねマイナーなイメージとしてはね怒りとかね攻撃性とか地獄とかね、なんだろうちょっとね怖いんだけど血とかね、そういうイメージですね。あともう一方はねエネルギーとか幸せとか喜びとか愛もう最大の意味が愛なんですね。それで昔からね日本でもねもう古代からね赤っていうこの色をね大事にしたんですね。これちょっとカメラの関係でねオレンジっぽく映ってんだけどもっとシンクなんですけどね、赤にはね厄除けってとかねお祝いとか優しさね、まあ愛っていうことなんですけど、そういう意味があったんですね。だからねこういうあれにしたり鳥居とかね、鳥居赤でしょ、あと還暦の時に赤いの着るでしょ。この昔の女の人ってねこれ着物の裏地なんですけど、必ずこれねこれをくっつけたんですね、着物の裏に。これもみって言うんですけど紅の絹って書いてもみって読むんですね。紅花っていうお花で染められたものなんですけど、これをね厄除けみたいなんて言うんだろう、魔除けみたいな意味があるのでそういうので着物の裏にして、まあ、冷えを予防するという意味もあったらしいんですけどね。でねそういういいのと悪いのと両方の意味を持った真っ赤なね色のねフード付きのね衣装でね顔を隠した風さんがね優しさを歌うっていうのはねエゴに気づいていった自分がねこう神の愛に目覚める過程を表現しているんじゃないかなって私は思ったんですよ。で顔を隠すのはねもう個人の自分ねこうやってもう誰だか分かんなくなるわけだから
個人の自分のアイデンティファイできないわけ、個人の自分いないよっていう意味ですね。なんかエゴがないっていう、でそれがね、ただ最初はこう全身この赤の悪い意味の方のね、欲の塊だったのが、今度は神の愛に目覚めてね、今度は神様の愛で全身包まれるっていうね、そういうふうに変わっていく過程なんじゃないかなって思ったわけ。それでね、歌ってるね途中でもね、なんか英語でね、いろいろメッセージね、言ったりしてね、素晴らしいライブでしたね。で口紅を取ってね、こう晴れ晴れとしてね、自我や欲望からね解放された風さんがパッチワークのね素敵な衣装をまた着てね、グレイス歌いますよね。あれ花の MV で出てきた衣装とちょっと似てて、同じデザイナーさんなのかなとも思ったんですけど、素敵ですねあれね。メッセージがね込められてますね。衣装はね、世界が一つにつなぎ合わさったみたいなねパッチワークですからね。それでね、歌ってる途中でね、グレース歌ってる途中でね、英語でね「You are the grace」って言うんですね。あれそれも何回も言うんですよ。あなたたちこそ恵みなんだよってね。I say you are the grace ね、Remember you are the grace って何回も言って、We are the grace ってね、多分そう言ってんだと思うんですよ。ちょっとよく聞こえないんですけど、多分そうじゃないかなって。もう完全にね菩薩様なんですよ。もう女神様にも見えますね。なんかね、もうそういうメッセージ聞いててね、もう目頭がね熱くなりましたよ。もうね、この人はもうこれだけなんだって、この人はね、もうまずね、もう愛をね世界に知らせるためにライブしてるんだって。もう普通のミュージシャンとね逆なんですね。普通のミュージシャンはそれでいいんですけど、この人の場合はね、もうまずその使命が一番目にあって、もう自分が世界に出ていくのは自分を売るためじゃなくて、そのメッセージを愛を世界に届けるって、そのためでしかないんですよね。自分のためは二の次なんですよ。もうほんと感激しますよ。それでね、衣装着てね、愛にあふれた花やガーデンね、Feeling Good 歌いますよね。でグレイスのねダンスから自然に青春病にねつながってね、そこでもね英語で言ってますよね。なんつったっけ、 Say goodbye to all unnecessary attachments ね、ego and negative feelings と言ってね、これ岡山弁だとなんて言うんだろう、いらん執着やね、必要ない執着やエゴやね、ネガティブな感情にはね、さよならって言ってやみたいなね。でね、ガーデンの時だったかな、みんなにこうねロータスの花やってみたいな、ガーデンの前だったかな。でみんなね、お客さんがもうみんなこれをやってね、風さんそれを見てね、なんかみんな庭みたいだって言ってましたね。でなんだっけ、青春病の最後ね、なんか貴公子みたいなお辞儀しますよね。かっこいいね。もうあれ本当になんていうのかな、もう自我がねなくてね、自然体だから、もう自我が邪魔しないから自然な振る舞いになるんですね。
もう天真爛漫なんですよ。例のね超セクシーなねポーズね今何かと話題になってますけど、あれ見た時私マイキーって思わずね呼んじゃいそうなね可愛い場面でしたね。もうねこの年になってもねもう鼻血が出そうなくらい嬉しかったです。そんなわけでねこの赤についてねもうそんな風に思いましたので、とりあえず頭に浮かんだことをシェアしたくて取り急ぎ動画をアップっていうことになりました。皆さんはどう思いますかね。このライブをどう捉えたかね、コメントででもねシェアしていただけたら嬉しいです。で次はマレーシアでしたっけ。シンガポールと同じくらい綺麗な国ですよね。昔私マレーシアにねペンフレンドいたんですよ。とてもいい人でしたよ。ということでね今回はね終わりたいと思います。今日ちょっと短いね。じゃあ次回にまたお会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。またね。ありがとう。